今回は、ネット上で飛び交っているワード、クラーケンと、世界をリセットしようとする動きについて話します。大統領選挙の不正投票について、アメリカは内戦状態になりつつありますが、米メディアによると、米国証券取引委員会、SEC の文書で、投票機製造及び集計ソフト開発会社、ドミニオンは、選挙開始の1ヶ月前、中国当局と深いつながりのある瑞銀証券から4億ドル約418億円の出資を受け取っていたことが明らかになりました。ドミニオン社と瑞銀証券の関係は、バイデン氏を当選させるため、中国共産党政権が米国大統領選に介入し操作したとの指摘を裏付ける新たな証拠となりました。トランプ弁護団のリン・ウッド弁護士は2日、この調査について検証のための取り組みを行っている。これが事実であれば、共産主義者が我々の土地を奪い、私たちの政府を転覆させようとしているという他の証拠が確定できるとツイッターに投稿しました。12月1日には、米国が内戦に向かっているとツイッターに投稿しています。リン・ウッド氏はトランプ大統領に対して選挙をやり直すために戒厳令を宣言するよう呼びかけています。そして本題であるクラーケンについてですが、シドニー・パウエル弁護士は11月25日、ジョージア州で選挙当局者を訴える訴状や証拠資料を提出した後、自身のウェブサイトでクラーケンをリリースしたと宣告しています。クラーケンは北欧神話に登場する海の怪獣として知られています。この怪物を放ち、米大統領選の大規模な不正行為を暴露するという意味のようです。パウエル氏と密に連携しているリン・ウッド弁護士は24日、シドニー・パウエル氏のクラーケンが国防総省のサイバー戦争プログラムだと題するネット文章をツイッターに投稿。トランプ大統領もウッド氏のこの投稿をリツイートしています。記事の執筆者は保守派作家のダイアン・マーシャル氏。それによると、パウエル氏が言及したクラーケンとはコードネームホーリーレーダーと名付けられている国防総省のサイバー戦争プログラムを指します。軍や宇宙司令部の愛国者がディープステート、闇の政府の違法活動を追跡し、その犯罪の証拠を確保するための取り組みです。記事では、元国防情報局 DIA 情報士官ジェフリー・プラサー氏へのインタビュー動画が付けられています。プラサー氏は、米国の諜報機関が実際にドミニオン投票システムをリアルタイムで監視していたと主張。不正選挙は、中央情報局 CIA、連邦捜査局 FBI、国土安全保障省 DHS、中国共産党が関与していたと述べました。2020年米大統領選は、本当の意味での選挙ではなく、米国政府を転覆させ、世界秩序を崩壊させようとする試みだった。CIA や FBI、司法省では、米政権を乗っ取ろうとする反逆者が満ちている。これらのグローバリストは、邪悪なグローバルリセット計画を実行するために、クーデターを大胆に推し進めていると書かれています。また、新たに就任したクリストファー・ミラー国防長官代行にも触れています。ミラー氏は、19日、組織体制を変革し、特殊作戦部隊と情報機関から直接報告を受けると発表しました。彼らは、トランプ大統領や憲法を擁護する人々と連携し、国内外の敵から米国を守っていると言います。世界がパンデミックで経済活動が止まっているという状況の中、膨らみ続ける金融バブルですが、このバブルが弾けるとともにグローバル通貨リセットとなり、グローバルリセットの狼となると見られています。また、世界各国の政治家の発言からは、グレートリセットというワードがよく聞かれますが、これはどのような状態を意図しているのでしょうか。核戦争でも起こって人類を一度リセットするのでしょうか。いずれにしても、これまでの社会の仕組みなどは破壊して、新しい社会を築こうとしているのは確かです。無事に年を越せるかどうかが心配です。今回の動画は、これで終わりとなります。よろしければ、動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。
コメントもお待ちしています。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。